皆さん、こんにちは。いちです。本日紹介するのは、以前からずっと紹介したかったペーストから作る僕の大好きなグリーンカレーのレシピです。日本でグリーンカレー、もしくはタイカレーと呼ばれている料理のオリジナルは、タイ料理のゲーンキャオワンです。ゲーンはタイを代表するスープ料理、キャオは緑色、ワンは甘いで、文字通り甘い緑の汁物を意味する料理のことです。さて、グリーンカレーの食材の一つに欠かせないのがこちらのタイバジル。タイ語でホーラーパーと言います。日本でよく見るスイートバジルとは異なり、香りが強く、アニスやクローブのような甘いスパイスの香りが特徴のバジルです。フランスでは大きな町に必ずと言っていいほどあるアジア食材を扱うお店に行けば、アジア料理に必要な食材は一通り揃えることができます。ちなみに知人のタイ人から教えてもらいましたが、本場タイのグリーンカレーはスープ料理であり、スープの中でもちょっととろみのあるものをゲンというそうです。そしてカレーといったらタイでも人気のカレー店ココ一番をイメージすると彼は言っていました。さて、早速ペースト作りから始めていますが、まずはコリアンダーシードをバットの上であらかじめ粗く砕いて、クミンパウダーと軽く混ぜました。香りを引き立たせるために170度のオーブンで約7分間ローストします。スパイスをオーブンから出したら、後ほどすべてのハーブと合わせるので粗熱はしっかりとっておきます。これから下処理するハーブ類は最終的にローストしたスパイスと一緒にミキサーに入れます。家庭用のミキサーでも攪拌しやすいように、まずは包丁で食材ごとに細かく切ります。玉ねぎとネギの交雑種の脇木は薄くスライスします。代わりに玉ねぎやエシャロットで代用することもできますが、仕上がりのペーストを緑色にするには脇木の緑の部分も含まれていた方が強い緑色のペーストが作りやすいです。続いて日本人にとって好き嫌いがはっきり分かれるパクチーです。フランスでは意外に思うかもしれませんが、身近で購入しやすく、またレストランでも多用されるハーブの一つです。柔らかい葉っぱなので、だいたい2、3センチ幅にカットします。レモンに似た爽やかな香りが特徴のレモングラスは硬い食材なので、ミキサーで細かく攪拌しやすいように包丁であらかじめ薄くスライスします。包丁でスライスしている食材は全て同じ容器にまとめています。続いてカットする食材はタイの生姜とも呼ばれているガランガルです。見た目は生姜に似ていますが、味わいは生姜とは異なり、東南アジアの料理でよく使われる食材です。断面は白く、また生姜よりも硬いです。味わいは生姜と胡椒を混ぜたような辛みがあり、白い花のような香りがするのも特徴的です。皮を剥いたニンニクは半分にカットして中の芽を取り除きます。調理工程で焦げるような加熱工程はないので、ニンニクの芽は取り除かなくても問題ありません。気になる方は取り除いてください。こちらも他の食材同様に薄くスライスしました。ちなみに紹介しているレシピの分量はタイバジルなど購入しづらい材料を少量では準備できないので、一度にたくさん作って冷凍することも考慮しているため分量は多めです。続いて下処理する食材は青唐辛子です。目指す仕上がりのグリーンカレーペーストは誰にでもまたどんな食材とも合わせやすいように辛みを抑えた仕上がりを目指しています。そのため辛みの成分カプサイシンが付着している種や房は小さいスプーンを使ってしっかり取り除きます。種と綿を取り除けたら包丁でスライスします。ただ辛さを残すのであれば種がついたままそのまま青唐辛子を輪切りにしてもいいと思います。それと素手で青唐辛子を下処理した後は間違って目をこすったり顔に触れないように気をつけてください。タイバジルの茎はとても硬いので葉の部分のみを使用します。今回購入できたタイバジルは葉っぱ全体が綺麗な緑色の状態のものではなく、少し黒ずみ始めたタイバジルしか購入できませんでした。よっぽど傷んでない限り最終的な仕上がりには影響しないので問題ありませんが、やっぱりできるだけ綺麗な緑色のハーブを選びたいですね。すべてのハーブの下準備が完了したので、大きめの容器にハーブを移し替えました。爽やかな香りが特徴的なライムの皮をすりおろします。
ライム果汁はソース作りの時に使用するので、皮をすりおろした後、果汁を絞り出しておきましょう。タイ料理には欠かせない昆布みかんも同様に皮をすりおろします。ちなみに英語ではカフィアライム、フランス語ではこんばんはと呼ばれています。一部の高級フランス料理では魚介料理の香り付けに使われている食材です。強いシトラス系の爽やかな香りが特徴で、今回のレシピでは欠かせない存在です。ローストして粗熱が取れたスパイスをハーブと合わせました。最後に分量のグレープシードオイルを加えます。グレープシードオイルは香りに癖の少ない米油でも代用することができます。オイルを加えることでミキサーで攪拌しやすくなるのと、仕上がりの色合いが鮮やかな緑色に仕上がりやすくなります。最後はオイルとスパイスが全体に馴染むようにゆっくり混ぜてあげます。ミキサーですぐに攪拌してもいいのですが、今回は冷蔵庫で1時間ほど休ませました。それではハーブを休ませている間にグリーンカレーの具材となるお肉と野菜の下準備を行います。鶏胸肉はソミュール液につけます。冷水に塩、砂糖を加えてしっかり混ぜた後、鶏胸肉を液体に浸します。グリーンカレーに使用する具材はこれといって決まった食材はありません。冒頭で紹介したように、グリーンカレーはタイ語でゲンキャワン、直訳で甘い緑色の汁物料理です。今回紹介する具材以外でも鶏もも肉、豚肉、また魚介類を使用しても構いません。とは言っても僕は日本のグリーンカレーでよく使われている鶏肉、ナス、パプリカはやっぱりグリーンカレーの具材として手に入りやすいですし、何より様々なハーブの香りが複雑に絡み合うソースとの相性は抜群なので、いつも同じ具材を選びます。カットしたナスの両面に塩を振ったのはえぐみを取り除き、また少ない油で加熱調理をしやすくするためです。日本のナスに比べてフランスで購入できるナスはとてもえぐみが強く、また皮も厚みがあるため、この下処理の工程は欠かせません。パプリカも三角形に細長くカットしてナスと形が揃うようにしました。ナスから水分が出てきたら水洗いをします。さらに20分ほど水にさらして強いアクを取り除きます。水からナスを引き上げたらしっかり水分をキッチンペーパーで拭き取ります。ここまでできたらナスの加熱調理前の下準備は完了です。鶏胸肉をソミュール液から引き上げます。液体から引き上げたらまずはキッチンペーパーなどでしっかり水分を拭き取ります。ここまでできたらあとは適当な大きさにカットしてフライパンで焼いてもしっとり仕上げることができますが、今回は少し手間と時間はかかりますが、さらにしっとり柔らかい口当たりに仕上げるので、ラップで筒状に形に整えてから低温調理します。ラップで形を整えて両サイドはしっかり縛ってから余分な部分はハサミでカットします。鶏胸肉が筒状に形をしっかり保てるようにラップは二重にしました。ここまでできたらポリ袋やジップロックなどに入れて加熱前の下準備は完了です。鶏胸肉を湯煎で加熱調理します。湯煎の温度は60度から63度の間を保ちながら1時間低温調理します。温度に気を配りながら弱火で1時間加熱しました。ちょっぴり手間のように感じるかもしれませんが、63度以上に温度が上がってもそれほど気にすることではありません。すぐに食べない場合は湯煎の中で保温してください。それでは冷蔵庫で休ませておいた下準備したハーブをミキサーで回します。今回はミキサーで回しますが、フードプロセッサーがあると結構スムーズにハーブを細かくできると思います。あいにく適当なフードプロセッサーが自宅にないのでしょうがないですね。あと動画のように蓋を取って上からゴムベラで潰すようにしていますが、このやり方本当危ないのでおすすめできないです。本当仕方がなく力技でもう回してます。それでも一部が細かくなるとあとは攪拌しやすくなるので、ここからはスムーズにハーブを少しずつ入れていきます。これぐらい細かいペースト状になったら OK です。容器に移して残りもペースト状にします。
残りは下に沈んでいたオイルも一緒に入れるので、簡単にペースト状にすることができます。いい感じでペースト状になってますね。すべてペースト状にしたら大きめの容器に移し替えて、全体の濃度が均一になるようにゴムベラでしっかり混ぜます。これでペーストの下準備は完了です。見ての通りたくさんできたので、ココナッツミルクを加えてソースにする以外は小分けにして冷凍します。グリーンカレーのペーストは1人前 70g。今回は2人前仕上げる予定なので 140g を作ったペーストから取り分けました。冷凍する分は1人前 70g ずつラップで包んでいきます。平らなバットに並べて一度凍らせてからジップロックに入れるとかさばらずきれいに冷凍保存することができます。これでグリーンカレーペーストの仕込みは完了です。今回は長くなってしまったので動画を前編後編に分けて僕の大好きなレシピで作るグリーンカレーを仕上げます。では次回のグリーンカレー後編動画でまたお会いしましょう。